こんにちは、こだまです。このチャンネルでは僕の理想のショーケース作りを進めていきます。それでは今回飾るのはこちら、1分の1ガンプラくんデラックスセットランナーバージョン再現パーツ付きです。こちらは2023年4月に発売したものです。ガンプラくんはプラモデルの楽しさを世界中に広めたいというキャラクターです。YouTube のガンダムチャンネルでショートムービーが配信されていたり、CM に起用されたりしています。動画では可愛いキャラクターがコミカルに動く楽しい物語を見ることができます。1話が1分の動画なのでサクサク見ることができますよ。HG シリーズを模したパッケージで、これをお店で見たときはおおでテンションが上がりましたね。キットは2022年に雑誌スマートで付録になったものの仕様変更版になります。付録のものは塗装前提で真っ白のペインティングモデルでしたが、このキットは色付きで組み立てるだけでカラフルなガンプラくんを作ることができます。それからランナーバージョンを再現するパーツも追加されています。これも物語上よく出てくる状態なので再現できるのは嬉しいですね。素材にライメックスという新しい素材が採用されているということなので、そちらも後でよく見ていきたいと思います。それでは開封。内容物はランナーが3枚、それに説明書とシールが付属します。シールは目の周りの黒いところを補うものだけですね。パーツ分けで十分な色分けがされていそうです。組み立てていきます。パーツの素材はライメックスでできているのですが、普通のプラよりも少し重みがある感じがします。ライメックスは石灰石を主原料とする新素材です。従来の石油由来樹脂の使用と CO2 の排出量を削減する環境に配慮した素材になっています。パッケージにカラーパーツに石灰石由来の白が残る場合があると記載がありますが、こういうところでしょうね。ゲートのところやモールドの複雑なところが白くなりやすいのかなと思います。パーツをカットします。他の方の動画でゲート跡が白くなりやすいというのを見たので、気をつけて2度切りしてみます。2回目はもちろんアルティメットニッパー。普通のプラなら発火を抑えてカットできるんですけど、確かに白くなってしまいますね。これは素材的にどうしようもないのかな。ゲート処理でヤスリ掛けをしてみます。400番、600番、1000番の順でヤスります。削ることはできますけど、ヤスリの後も普通のプラよりも白くなる感じがしますね。ただガンプラくんは白が貴重なので気になりにくいと思います。組み立てです。触った感じがサラサラするというか独特な感じで、触っていて気持ちがいいです。パーツが少なくパチパチと気軽に組むことができます。おー、かわいい。1分の1スケールということなので、設定通りの大きさのガンプラくんですね。本物のガンプラくんがここにいる感じです。接地面が小さいですが、一応立つこともできます。ただ、揺れると倒れてしまうぞということでスタンドが付属します。これで安心して飾れますね。武器はビームライフルとビームサーベル、シールドが付属します。ライフルとシールドは塗装したいところです。ランナー状態にしてみます。各パーツを外して組み替えますが、これは推奨されていません。説明書にはあらかじめ通常時とランナー状態を選んで組み立ててくださいと記載があります。素材的に破損しやすいところがあるんでしょうね。可動モデルには向きません。ディスプレイモデルとしてご使用くださいとも記載があります。腕のジョイント部分が壊れやすいみたいなので、一度ボディをばらしてから腕を外すといいと思います。台座や装備なども余剰が出ないようまとめておくことができます。おー、すごいなぁと思っていたんですが、ここで問題発生。頭のパーツがはまりません。トサカの部分を挟み込むようになっているのですが、狭くて全然はまりません。
多分個体差なんでしょうね。一応ヤスリで削ってみたのですが、硬くてなかなか削れなかったです。あまり頑張るとパーツを破損しそうなので諦めます。一応こんな感じにして飾ることができます。このガンプラくん、このままでもすごく可愛いんですけど、少し色分けの足りないところもあります。ここから塗装をして、より設定に近いガンプラくんになるように製作を進めていきます。このキット、気になる合わせ目や肉抜き穴は特になかったので、ゲート処理、パーツ洗浄をして乾燥したらそのまま塗装に入ります。塗装にはこちらの塗料を使います。使った塗料はすべてクレオスのラッカー塗料ですね。塗装をしていきます。塗装のたびに光沢クリアで塗面を保護しています。塗り分け箇所をマスキングします。マスキングテープのカットした綺麗な面を使います。こんな感じになりました。塗装をします。綺麗に塗り分けられたかな。いいですね。塗り分けが決まると気持ちがいいです。どんどん塗装していきますよ。ライメックスですが、塗装していて色が乗らないとか特に違和感はないですね。水性塗料とか他の塗料だとどうなるか分かりませんが、今回塗装に関して気になることはありませんでした。ビームサーベルはせっかくなのでグラデーション塗装にしてみました。中央部分だけ白く残るようにしています。マスキングでの塗り分けが難しいところを筆塗りします。はみ出しが怖い。墨入れをします。墨入れにはタミヤの墨入れ塗料を使います。黒で墨入れをすると動画のガンプラくんのイメージと少し違う感じがしたので、ダークグレーやダークブラウンなどを使って薄く影が入るようにしてみました。はみ出たところをエナメル溶剤で拭き取ります。タミヤの墨入れ塗料は薄められたエナメル塗料なので、下地のラッカー塗料を溶かさずにエナメル溶剤で拭き取ることができます。こんな感じになりました。トップコートをしてツヤを整えます。動画のガンプラくんはツルツルで光を反射していたので、キットも光沢クリアを使って光沢仕上げにします。完成しました。組み上げていきます。もうめっちゃ可愛いですね。こちらはシールドです。このキットで一番塗装映えするところかもしれません。綺麗に塗り分けられました。ビームサーベルはいい感じにグラデーションがかかっています。ランナー状態を再現するパーツはそのままが自然かなと思ったので塗装しませんでした。塗装前と比較してみます。塗装前の状態ですごく気に入っていたのですが、塗装をしてより質感が上がったと思います。もう一つ購入してランナー状態でも飾れるようにしたいですね。このキットは塗装とかしなくてもすごく可愛く飾れるのでおすすめですよ。組み立ても簡単ですし、机の上にガンプラくんどうですか？ザクプラくんとか他のキャラクターもキット化してほしいですね。さてエンディングです。今回は僕の近況についてお話をします。手に入れましたよ。
エクスタンダードエアリアル。初めての水星の魔女のキットです。かっこかわいいですね。この初期型のエアリアル好きです。丸みのあるデザインいいですよね。他のモビルスーツも SD キットで欲しいです。ダリルバルデとかファラクトとか並べたいんだけどな。ただ今は別のプラモデルを作っているので積みプラ行きです。今はタミヤのはやぶさと4代目大将軍を作っています。はやぶさは初めてのバイクプラモです。うまくいくか心配ですけど頑張ります。次の動画は先にできた方になる予定です。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。またお会いしましょう。こだまでした。